理解説。1968年のテレビ番組ベスト10。懐かしの名作を振り返る。ねえマリサ、1968年ってどんな年だったか知ってる？お、いい質問だな。1968年は日本でも世界でも激動の年だったんだぜ。テレビ界も例外じゃないぜ。テレビ界も？どういうこと？ああ、この年は名作ドラマやアニメ、特撮、さらには音楽番組がたくさん登場して、視聴者を熱狂させた時代だ。特にランキングに入る番組は、未だに語り継がれてるものばかりだぜ。興味ある。どんな番組があったの？例えば、怪奇大作戦とか、夜のヒットスタジオだな。それにアニメでは、ゲゲゲの鬼太郎や、巨人の星も大ヒットしてたんだ。すごい。それって全部1968年？そうだぜ。今回はそんな1968年のテレビ番組ベスト10をランキング形式で紹介していくぜ。懐かしい名作が盛りだくさんだから、楽しみにしててくれよな。第10位。怪奇大作戦。1968年9月から1969年3月。ねえマリサ、怪奇大作戦って聞いたことある？お、いいところに目をつけたな。怪奇大作戦は1968年9月から1969年3月まで放送された特撮ドラマだ。つぶらやプロが制作してて、大人向けの怪奇現象や犯罪をテーマにしてたぜ。へえ、特撮って言うと子供向けのイメージがあるけど、大人向けって珍しいね。そうなんだよ。この作品では、科学捜査班 SRI 科学捜査研究所が中心になって、超常現象や異常事件を科学的な視点で解明していくんだ。ストーリーのリアリティと怪奇な雰囲気が絶妙で、大人たちを夢中にさせたんだぜ。科学で怪奇現象を解決するなんて、ちょっと現代にも通じるテーマだね。どんなエピソードがあったの？例えば、人間が突然石化する現象とか、謎の幻影が人を襲う事件とか、独創的で怖いけど面白い話が多かったな。特に第1話の人食いがは衝撃的だった。科学が進んでも、人間が制御しきれない力が存在するってことを感じさせるエピソードだぜ。それは怖そうだけど興味ある。映像も当時としてはかなり凝ってたの？もちろんだぜ。つぶらやプロならではの特撮技術が光ってた。予算や技術的な制約がある中でも、しっかりと怪奇な雰囲気を作り上げてたんだ。今見ても十分楽しめるクオリティだぜ。すごいね。そういう作品が10位に入るなんて、このランキングも期待できそう。その通りだぜ。この先のランキングも名作揃いだから、楽しみにしててくれよな。第9位。怪物くん。1968年4月から1969年3月。マリサ、怪物くんってどんなアニメだったの？ああ、これは1968年に放送されたアニメだよ。藤子不二雄映画原作で、怪物くんは怪物屋敷に住んでいる怪物たちの王子、怪物太郎が主人公なんだ。怪物太郎って、どういうキャラクター？怪物太郎は、身長99センチメートル、体重28キログラム、怪物ばかりが住んでいる、怪物ランドを滑る怪物王家の皇太子。でも、性格はとっても優しくて、どこかおっちょこちょいなんだ。物語では、彼が人間界でいろんなトラブルに巻き込まれながらも、成長していくんだぜ。それって、結構ユニークなキャラクターだね。でも、怪物くんって名前なのに、仲間にも怪物がいるんでしょ？その通り、怪物くんの仲間は、ドラキュラ、フランケン、狼男の3人なんだ。彼らはみんな怪物屋敷に住んでいて、怪物太郎の親友で、怪物3人組として怪奇な事件に巻き込まれるんだ。なるほど。怪物くんとその仲間たちが活躍する話なんだね。どんなエピソードがあったの？例えば、怪物くんが人間界に出て行って、そこで一生懸命に人間界のルールを学んだり、困っている人を助けたりするんだ。怪物未人組も、一緒に協力しながらトラブルを解決するんだぜ。それで、怪物たちが怖くないんだね。むしろ、可愛らしいところがあるって感じ？その通り。怪物くんは、怖いキャラクターが出てくるけど、ストーリーはコメディやドタバタ劇が中心で、
ユーモラスな場面も多いんだ。例えば、怪物くんが人間の世界でドジを踏むシーンなんかも見どころだぜ。じゃあ、子供たちにとっては見ていて楽しいアニメだったんだろうね。まさにその通り、子供たちにとっては、怪物たちが怖い存在じゃなくて、親しみやすいキャラクターで、一緒に冒険をしているような気分になれたんだ。この番組はそのバランスがうまく取れていて、1968年のアニメの中でも人気を集めたんだぜ。なるほど。面白そうなアニメだね。でも、どうしてこの怪物くんがランキングで第9位に入ったの？それは、この番組が1968年のアニメとして、子供たちだけでなく大人たちにも愛され、長年にわたって親しまれてきたからさ。藤子不二雄の世界観と、怪物たちのユニークなキャラクターが印象的だったんだ。だからこそ、10位以内に入るべき作品だったんだよ。第8位、明日こそ、1968年4月から1969年4月。明日こそって、あまり聞いたことがないけど、どんな番組だったの？明日こそは1968年に放送された連続ドラマで、橋田壽賀子が脚本を手掛けた作品なんだ。橋田壽賀子といえば、その後も名作をたくさん生み出すことになる作家で、これが連続テレビ小説の初仕事だったんだぜ。橋田壽賀子って、後にたくさんのドラマを手掛けた大物作家なんだね。どんな内容だったの？このドラマは、女性の自立と成長を書いた作品なんだ。主人公は家庭の中で様々な問題に直面しながら、社会で生きる力を身につけていくんだよ。1968年当時の日本社会を反映させた、社会問題にも触れた内容だぜ。それって、女性が自分の力で困難を乗り越えていく話なの？その通り、主人公が自分の人生をどう切り開くか、社会と家庭の間で葛藤しながらも前進していく姿が書かれているんだ。特に、家族との関係や、時に壁にぶつかる仕事での失敗など、現実的な問題が盛り込まれているんだぜ。現実的な問題がテーマになっているんだね。でも、このドラマ、視聴率がすごかったんだって？ああ、放送期間中の平均視聴率はなんと 44.9%。最高視聴率は 55.5% を記録したんだ。これは当時としては驚異的な数字で、このドラマがどれだけ多くの人々に支持されていたかがわかるよね。それってすごい、みんなが一緒に見ていた番組だったんだろうね。そうだな。明日こそは、ただのドラマじゃなく、社会の中で女性がどう生きていくかを書いた新しい形のドラマだったからこそ、広く支持されたんだろうな。視聴者の心に残る力強いメッセージが込められていたんだよ。なるほど。このドラマがその後のテレビドラマに与えた影響も大きかったんだろうね。その通りだ。橋田壽賀子が手掛けたことで、これからの連続テレビ小説にも新しい風が吹いたんだ。この作品が1968年のテレビ番組の中で第8位にランクインしたのも納得だぜ。第7位、大奥、1968年4月から1969年3月。大奥って、あの江戸時代の将軍家のお話？その通り、大奥は1968年の4月から1969年の3月まで放送された時代劇で、江戸時代の将軍家を舞台に、女性たちが繰り広げる権力争いを書いたドラマだ。将軍家で女性たちが争っているって、ちょっと想像もできないけど、どういう話なの？このドラマは、実際の大奥の世界をベースにしているんだ。将軍の側室たちが、どうやって自分の地位を守り、他の女性たちと競い合いながら権力を手に入れていくのか。その心理劇が見どころなんだ。力関係や策略が絡み合い、スリリングな展開が繰り広げられるんだよ。そんな複雑な世界を描いているんだ。どんな人物が登場するの？主要キャラクターには、将軍の側室やその家族、さらには大奥で使える女性たちが登場するんだ。側室たちはみんな自分の子供を将軍の子として認めさせるために、様々な手段を使って対立したり、時には協力したりするんだよ。女性たちの権力争いが激しいんだね。それで、この大奥が評価された理由は何？一番のポイントは、
そのリアルな描写と緻密なストーリーだな。大奥はただの時代劇じゃなく、女性の立場や感情、そして権力をめぐる争いが中心に書かれているから、視聴者も引き込まれるんだ。女性同士の競争や友情、裏切りが交錯するドラマとして注目を集めたんだ。それって、単に歴史の話を書いているだけじゃなく、感情の起伏がしっかりと表現されているんだね。その通りだ。この作品は、女性たちの強さや弱さ、人間らしい感情がしっかりと書かれているから、ただの歴史ドラマでは終わらなかったんだよ。それに、当時の江戸時代を忠実に再現したセットや衣装も魅力の一つだったんだ。それで、大奥が1968年のテレビ番組の中で第7位にランクインしたんだね。そうだな。大奥は視聴者に強い印象を与え、権力や人間関係の書き方が非常に優れていたからこそ、名作として今も語り継がれているんだ。この作品が登場したことで、時代劇の新しい風が吹いたんだよ。第6位、ゲゲゲの鬼太郎。1968年1月から1969年3月。ゲゲゲの鬼太郎って、あの妖怪のアニメだよね。その通り、ゲゲゲの鬼太郎は、1968年に放送が開始されたアニメで、水木しげるが原作を手掛けた妖怪をテーマにした作品だ。鬼太郎という妖怪の少年が、様々な妖怪たちと一緒に悪を倒していくんだ。鬼太郎って、どんなキャラクターなの？鬼太郎は、人間に近い姿をしてるけど、実は妖怪の少年なんだ。妖怪の力を持ちながらも、悪い妖怪から人間を守るために戦うんだ。人間界を守るために戦う妖怪か。それにしても、このアニメは当時から大人気だったんだよね。そうだぜ。当時放送されていたアニメの中でも、特に人気が高かったんだ。視聴者が夢中になったのは、鬼太郎とその仲間たちが繰り広げる冒険と、毎回登場する個性豊かな妖怪たちのキャラクターだ。妖怪たちって、具体的にはどんなキャラクターがいるの？例えば、鬼太郎の仲間には、ネズミ男や目玉親父、そして猫娘などがいるんだ。ネズミ男はちょっとずる賢いけど、どこか憎めないキャラクター。目玉親父は、鬼太郎の父親として鬼太郎を見守る重要な役割を果たすんだ。猫娘はその名の通り、猫の妖怪だけど、鬼太郎の良きサポーターなんだよ。なるほど。そんな仲間たちが鬼太郎を助けるんだね。でも、妖怪が悪を倒すって、ちょっと不思議な感じがする。それが、ゲゲゲの鬼太郎の魅力の一つだな。妖怪たちは、ただ怖い存在ってわけじゃなくて、正義を守るために戦う姿が書かれてるんだ。例えば、鬼太郎が悪い妖怪や人間の敵に立ち向かうシーンでは、妖怪たちの仲間意識や優しさも感じられるんだよ。そう考えると、怖いだけじゃなくて、ちょっと温かみを感じるんだね。まさにその通りだ。このアニメは、ただの怪談や怖い話じゃなくて、妖怪たちが人間と一緒に生きている世界を描いていたから、多くの人々に愛され続けているんだ。それで、どうして、ゲゲゲの鬼太郎が6位に入ったの？この作品は、その後の妖怪アニメや特撮に大きな影響を与えたからだね。1968年という時代に、妖怪を題材にしたアニメが成功したという点でも革新的だったんだ。今でもその魅力は色褪せることなく、多くの世代に愛されているんだよ。第5位、旅ガラスくれない汚染。1968年10月から1969年9月。旅ガラスくれない汚染って、あの時代劇のアニメじゃなくてドラマだったんだよね。その通り、1968年から1969年にかけて放送された時代劇ドラマだ。主演は松山陽子と大志田玲子という二人の女優で、彼女たちが主演すること自体がかなり注目されたんだ。特に、女剣劇で売っていた松山陽子が演じる汚染は、強くて美しい女性キャラクターとして人気を集めたんだよ。汚染って、どんなキャラクターなの？汚染は、江戸時代を舞台にした女性の冒険物語の主人公で、家族との関係や過去に何か隠された秘密を持ちながらも、旅をしながら成長していくんだ。松山陽子が演じる汚染は、強さだけでなく、しっかりと感情が込められていて、
視聴者から共感を得たんだよ。なるほど。でも、このドラマが第5位にランクインしたのは、松山陽子だけじゃなくて、大志田玲子とのコンビが大きなポイントだったんだよね。その通りだ。大志田玲子が演じる役は、若さと母音を生かした、まさにアクション満載のキャラクターで、ミニスカートに虎の皮のパンチラを身にまとい、茶の間の人気を呼んだんだ。二人のバディムービー的な関係が、視聴者に新しい時代劇の形を見せたんだぜ。それって、ただの時代劇じゃなくて、アクション要素やコメディもあったってこと？そうだな。アクションシーンや、二人の掛け合いが非常にテンポよく書かれていて、時代劇の枠を超えて新しいエンターテインメントとして成り立ったんだ。松山陽子が着物の裾を振り乱し、大志田玲子が若さと母音を生かしてミニスタイルで暴れまくるシーンは、当時の視聴者にとって衝撃的だったんだよ。すごい。そんなアクションシーンや個性的なキャラクターが魅力的だったんだね。その通り、二人のコンビがあったからこそ、旅ガラスくれない汚染はただの時代劇で終わらなかったんだ。松山陽子と大志田玲子は、まさに元祖、バディムービー時代劇と言える存在だったんだよ。そう考えると、このドラマは今でも多くの人に影響を与えた作品なんだね。その通りだ。旅ガラスくれない汚染は、当時の時代劇の枠を超えて、女性主人公とアクション満載の新しいスタイルを作り上げた作品として、今でも記憶に残る名作だぜ。第4位、お笑い頭の体操。1968年2月から1975年12月。お笑い頭の体操って、どんな番組だったの？この番組は、1968年から1975年まで放送されたバラエティ番組で、司会は大橋巨泉だ。結論から言うと、笑いと頭を使うクイズが融合した、当時としては非常に革新的な番組だったんだ。笑いと頭を使うって、具体的にはどんな内容だったの？番組のメインは、視聴者や出演者が一緒に考えるクイズやゲームだよ。普通のクイズ番組と違って、問題を解く中で笑いが生まれるよう工夫されていたんだ。特に記憶力や観察力を試すような問題が多く、視覚的な仕掛けやトリックが使われることもあったんだよ。視覚的な仕掛けってどんなの？例えば、画面に映るイラストや写真を一瞬だけ見せて、それを覚えて答える問題とかだね。子供から大人まで楽しめる内容で、家族みんながテレビの前で参加できるような作りになってたんだ。それって、家族で盛り上がれそうだね。そうなんだ。しかも、司会の大橋巨泉のユーモアたっぷりな進行も番組の魅力だったんだ。彼が放つウィットに富んだコメントや、ゲストとのやりとりも見どころだったんだぜ。それで、どうしてこの番組が長寿番組になったの？それは、視聴者がただ見るだけじゃなく、一緒に考えて楽しめる点にあったんだ。この番組は、知的なゲーム要素と笑いを組み合わせたことで、多くの人々に愛され、長く続いたんだよ。新しい形のエンタメだったんだね。だから、第4位にランクインするのも納得だね。そうだな。お笑い頭の体操は、笑いと知識を融合させた新しいバラエティの形を作り出した名作として、今でも語り継がれているんだよ。第3位、巨人の星。1968年3月から1971年9月。巨人の星って、スポコンアニメの代表作だよね。その通りだ。巨人の星は1968年から放送されたスポーツ根性アニメの金字塔だぜ。結論から言うと、この作品は、主人公の星飛雄馬が野球を通じて成長していく姿を描いた名作で、当時の視聴者に大きな感動を与えたんだ。星飛雄馬って、どんなキャラクターなの？星飛雄馬は、貧しい家庭で育ったけど、父親の厳しい指導を受けて野球の才能を開花させるんだ。彼の父、星一徹は非常に厳格で、飛雄馬に特訓を課して、彼を一流の野球選手に育てようとするんだよ。大リーグボール養成ギプスって有名だよね。そうそう。飛雄馬が体を鍛えるために装着する大リーグボール養成ギプスは、まさにこの作品を象徴するアイテムだな。飛雄馬がそれをつけて努力する姿は、当時の子供たちにとって、努力の象徴だったんだぜ。でも、
厳しいだけじゃなくて、感動的な場面も多いんでしょ？その通りだよ。例えば、ヒューマとライバルの花形満との対決は、ただの勝負じゃなくて、互いの成長を認め合う熱い友情が書かれているんだ。そして、ヒューマの姉、星明子の優しさや家族愛もストーリーの大きな要素だ。なるほど。野球だけじゃなくて、人間ドラマも見どころなんだね。そうだな。この作品が単なるスポコンアニメを超えて名作と呼ばれる理由は、家族愛や努力、挫折、ライバルとの絆といったテーマがしっかり書かれているところなんだよ。だからこそ、多くの人に愛されたんだね。その通り、巨人の星は、日本のアニメ史に残る傑作で、努力の大切さを教えてくれる作品として、今でも語り継がれているんだ。このランキングで第3位に入るのも納得だろ？聞いてるだけで胸が熱くなるような作品だね。第2位、T ハンター、1968年4月から1973年4月。キーハンターって、どんなドラマだったの？キーハンターは、1968年から1973年まで放送されたアクションドラマで、結論から言うと、国際犯罪や陰謀に立ち向かうスパイたちの活躍を書いた作品なんだ。特に丹波哲郎が演じる元国際警察外事局長補部員、黒木哲也がリーダーを務めるチームのストーリーが魅力だったんだよ。黒木哲也がリーダーなんだね。どんな設定のドラマだったの？舞台は、国際犯罪者の天国と呼ばれる大都会東京。架空の国際警察特別室が設定されていて、そこで秘密裏に活動する6人の冒険者キーハンターたちが、平和を脅かす犯罪組織や陰謀に立ち向かうんだ。室長の村岡だけが彼らの正体を知っているっていうのもスリル満点だったんだよ。それはスリリングな設定だね。どんなキャラクターが登場してたの？丹波哲郎が演じる黒木の他に、野際陽子が演じるクールなスパイ真由美や、千葉真一が演じるアクション担当のメンバーがいたんだ。特に千葉真一のスタントやアクションは話題で、当時のテレビドラマでは類を見ない迫力だったんだ。千葉真一って、アクションがすごいイメージがあるけど、具体的にはどんな活躍をしてたの？例えば、ビルからの飛び降りや車の上でのアクションシーンなんかは、スタントなしで演じてたんだ。そのリアルな迫力が視聴者を引きつけたんだよ。さらに、どんでん返しを含むストーリー展開や、チームの絶妙な掛け合いも見どころだったんだぜ。視聴率も高かったんじゃない？ああ、最盛期には視聴率30%を超えてたんだ。スリリングな展開とキャラクターの魅力が、多くの視聴者を引きつけた証拠だよね。そんなに人気だったんだね。どうしてこのドラマが第2位に選ばれたの？キーハンターは、アクションドラマの新しいスタイルを確立しただけじゃなく、国際的なスケールや緊張感あるストーリーで視聴者を魅了したからだよ。日本のアクションドラマの歴史に名を刻む名作だ。なるほど。まさにアクションドラマの先駆けって感じだね。第1位、夜のヒットスタジオ、1968年11月から1990年10月。夜のヒットスタジオって、すごく有名な音楽番組だよね。その通りだ。夜のヒットスタジオは、1968年にスタートして1990年まで続いた、まさに音楽番組の金字塔だぜ。結論から言うと、この番組は、当時の音楽業界と視聴者をつなぐ架け橋となるような存在だったんだ。それだけ長く続いたってことは、どんな特徴があったの？まず、毎週生放送で進行されるライブ感が一番の魅力だったんだ。そして、スタジオセットや演出も豪華で、出演アーティストのために特注のセットを作ることもあったんだよ。それに、司会者とアーティストの軽快なトークも、視聴者を引きつけたんだ。司会者って誰だったの？初代司会者は前田武彦。その後は吉村麻里と井上順のコンビが長く続いたんだ。この二人の司会ぶりは抜群で、トークが番組の魅力をさらに引き立てていたんだぜ。アーティストはどんな人たちが出演してたの？その時代のトップアーティストが勢揃いだよ。山口百恵、松田聖子、郷ひろみなど、時代を象徴するスターたちが毎週登場して、ヒット曲を披露していたんだ。特に、アーティストが階段を降りて登場するシーンは有名で、
緊張感と華やかさがあったんだ。毎週見逃せない内容だったんだね。その通り、夜のヒットスタジオは、ただ歌を聴くだけじゃなく、アーティストの魅力を引き出す演出やトークが充実していて、視聴者に新しい音楽の楽しみ方を提供したんだ。だからこそ、長寿番組として多くの人に愛されたんだよ。音楽番組の中でも特別な存在だったんだね。そうだな。夜のヒットスタジオは、音楽とテレビの融合を象徴する番組で、今でも音楽番組の原点として語り継がれているんだよ。総評、まとめ。1968年のテレビ番組を振り返ってみると、すごいラインナップだったね。そうだな。特撮やアニメ、音楽番組、アクションドラマまで、ジャンルの幅広さがこの年のテレビ界の魅力だぜ。怪奇大作戦のように大人向けの特撮や、ゲゲゲの鬼太郎のような妖怪アニメ、そして夜のヒットスタジオのような音楽番組が視聴者を楽しませたんだ。それぞれの作品が、ただ面白いだけじゃなく、時代背景や社会のテーマを反映してるのが印象的だね。その通り、例えば、巨人の星は努力と家族愛を書いて、当時の社会に共感を呼び、キーハンターはアクションやスリルで新しいドラマの形を示した。そして、旅ガラスくれない汚染みたいに女性が主役の作品も注目されたんだ。今でも語り継がれる名作ばかりだから、1968年は本当にテレビ界の黄金期だったんだね。そうだな。今回のランキングは、そんな時代の中で輝いた作品たちを振り返るいい機会になったぜ。これからも、こうした名作たちが多くの人に愛され続けてほしいよな。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。